愛のために戦った、そのメッセージが一番強いんだけど、どうだろうね。とても幸せなんだけど、不幸に怯えながらの幸せなのかな。トップにハーミット来てるけど、過ぎ去った過去をとてもよく考えている。今も囚われているっていう力で、一番大きいトライアングルの5にはキングオブペンタクルスが来てる。でーんって構えてるよ。とても幸せなんだけれども、今も何か見張られてるような気がする。私はその方に許された時間を生きている気がする。これはとても尺に触るわけだよね。この方に許された時の中を生かされている。こんな錯覚は裏切りでしかない。愛の勝利を勝ち取ったあなたに対する裏切り。もう今さら悪縁は断ち切ってるわけだから、それでもなお囚われている、そういう意識に囚われてしまうね。自分が憎いかもしれない。だから今とっても幸せなはずなんだけど、その幸せに没頭できない。このトゥーオブソーズも結構気になるんだよね。もう目隠しして自分が見たくないものに目を向けないで、矛盾した二つの出来事のエッジの先端に立ってね、バランスをとってる。それは自分自身をその二枚舌で騙す行為だ。なんかそんな気がしてるんじゃないかな。悪縁を演じたお相手さんっていうのはもう過去の存在なのよ。それでもまだあなた自身がこだわっちゃってるよっていうのが、それは悪縁だけにさ、簡単に忘れられるもんじゃない。何度も何度も繰り返し戻ったりしてたかもしれない。だけれども本当に断ち切ったんだって。で、新たな幸せを呼び込むんだっていう時になっても、まだこの方が存在感をね、発揮している。自分はもう新たなね、別天地に向かってさ、まだ初歩的だけれども順調に進み始めてるのよ。そんな時なんだけど、なんかやっぱり囚われて尺に触っちゃうっていうのが伝わってくるね。トキシックソーツ、陰性のパワーが強いカードが来たよね。悪縁にとらわれるっていったようなカードだけど、それと対峙するようにファイアパワー、ご自身の中にメラメラ燃える力みたいなもの、
なんかやっぱ悪縁を断ち切ったんだけど、やっぱりいろいろひどいことされて、もうやっぱり許せないっていう気持ちが、やっぱなんか収まりきれてないのかもしれないよね。収まりきれてないんだったら悪縁を断ち切ったとは言えないんだけど、なんかやっぱり種火のように燃えてるんだよね。このトライアングルで言うと、ハーミットはさ、その自分の怒りをもっとよく内観しろと、内省しろって言ってるよ。でないとまた悪い考え、かつての悪縁を演じたその恋人との、悪念にまた囚われちゃうよっていう、結構強いカードだと思うよこれ。せっかく新しい幸せを呼び込んだっていうのにね、その過去と比べてしまってる、もう自分でもどうにもならないんだと思うけど、オートマティックになんかこう比べちゃうんだろうけど、それではやっぱり良くないよね。良くない。このエイトのソードなんかだとね、自分自身が好んでその束縛呪縛の中に身を置くっていう意味合いが強いからね。あなたの中に解消しきれてない怒りみたいなもの、もっと自分の中で理路整然とすることで、バランスは取れるはずだとは思う。あの人が憎いんだよ。憎いんだけれども、その憎しみをコントロールしないとまた前に戻っちゃうよね。このアイデンティティを作ったのはこの人物なんだと。今の私の中にね、燃え盛る復讐の心、これこそが私をね、次の幸せへ突き進ませる原動力なんだっていうようなものの考え方をしちゃうと、この方の思うツボだと思うよ。また悪縁の強い強いパワーに惹かれて戻ってっちゃうね。新たな出会いっていうのはとても素朴な息吹を感じるから、決してこのお相手さんっていうのは似たような悪縁を再現するための人物ではないはずなんだよね。そのことをあなた自身も分かってるから、なおのこと怒りがこみ上げてくるってメッセージが来るね。これがこの方が強いてる呪縛かもしれないよ。あなたに今もね、念を飛ばしてね、俺の元から離れるなって、お前は俺の元にいればいいんだって、お前の今のその気持ちっていうのは俺が生み出してやったもんなんだぞって、なんかそんな声聞こえるね。それがこのトキシックソーツ、悪念の再現のパワー、パワーなんじゃないかな。太陽神が来て、これはなんかとても良いカードだと思うよ。このファイヤーパワーともねリンクしてくると思うんだけど、高い次元とのつながりをそのガイドしてくれるよっていうねメッセージが来る。つなげてくれるよって。このファイヤーパワーっていうこの怒りの炎をさ、しっかりとコントロールしてもっと正しい方向へ導いてくれる。このハーミットもそうだよね。そうなってくるととても生きてくる。まあね、対の側にこの囚われるとかさ、その悪縁の呪縛みたいな力が来てるから、結構やっぱり
大きな葛藤があるとは思うんだけど、それに負けちゃダメだっていう、メッセージが強くくるね。なんか日々の本当にシンプルなこと、素朴なことに感謝の念を持つといいよっていうね、メッセージが来る。なんかありきたりの毎日とかさ、日常の中でその感じたちっちゃいこと、その素敵なこと、ちっちゃな素敵なことに感謝の念を持つといいよって。その過去がドラマティックなだけに、その刺激にやっぱり感化されちゃうとまた舞い戻っちゃうっていうのが見えるから、せっかく悪縁を断ち切って、そして次に呼び込む幸せ、それはあなたに新しい息吹を、巻き起こしてくれる。自分の中に怒りがあるなら、それをしっかりと内観することで、しっかりアンダーコントロールして、そうすることで、本当に良い、あなたはもう次の幸せを呼び込む準備はできてるね。それを生かすも殺すもあなた。あなたの中にある憎悪のパワーをね、憎悪のパワーに見せられちゃうとまた、悪縁が戻る。ね、あの方の思うつぼになっちゃうからね。素敵な日々、素朴だけど素敵な日々っていうのをね、歩まれるといいと思う。太陽神様そう言ってるよ。悪縁に随分とやられただけに、呼び込む幸せに対するべきねば思考が強くなってるっていうメッセージが来る。スタート、10 of Wands で、結構その行き詰まっちゃうよっていう、精神的にきつくなっちゃう。幸せとはこうあるべきという、べきねばの原動力に支えられた幸せがあなたを消耗させる。で、一方お相手さんは、悪縁のね、お相手さんは結構とっちめられたんじゃない？それででーんって構えてるよ、キングオブソードで。あなたの方が情報弱者というのかな、あなたよりその上手の領域で、意識で存在しているっていうメッセージが来る。あなたが次に呼び込むであろう異性はちょっとテンポが遅いかもしれないよね。あなたの今のその波動がしく磁場っていうのかな、あなたのその世界観にちょっと入りづらいよっていうメッセージが来ます。一番でかい
トライアングルで、ナイン・オブ・ペンタクルス、ナイン・オブ・カップスね。かなり、物質的な感覚で論手前まで来てる。だけどそのことがあなたの首を絞めるよと、重荷になっちゃうよって、あなたの夢見てるその幸せ、こうあらなきゃいけないっていう幸せの形にとらわれすぎてる。で、悪縁を興じたねお相手さんはそんなあなたを見て北総んでるかもしれない。あいつそっち行っちゃったんだなって感じで腹立つよね。だからひょっとすればまた利用してやろうなんて思ってるかもしれない。あの調子だとあいつまた頓挫するなって、同じとこで引っかかるなって、じゃあもう一回利用してやろうって呼び込んだ幸せと紙一重のところに悪縁がすくう魔導が脈々と息づいてるよってメッセージ来る。そうなってたまるかっていう気持ちが呼び込んだ幸せっていうのが、今の形なのかもしれない。こうあらねばって、幸せとはこうあるべきだみたいな。大体おかしいんだよね。なんか人生のピークがさ、結婚式でウェディングドレス着て、もう最高にそれがもう峠でなくちゃいけない、私の人生のマックスでなくちゃいけないって。これだけど相当ね、テレビのコマーシャルとかで煽られてる要素って多いよね。必ずしもそこに人生のピークがなくてもいいって。なんか幸せとはこうあらなくちゃいけないっていう形にとらわれなきゃいけないんだっていうようなね、テレビ一強だった時代なんか特にそうだと思うんだけど、なんか今のあなた、悪縁を断ち切ったあなたがそこに陥っていくよっていうのがね、見えるね。やばいね。まずこのテイカースタンドっていうのは、戦いなさいって、戦うべきところで戦いなさい。不安とか恐怖、自分がね臭いものには蓋をしろで見たくない心理とか、そういうものに立ち向かいなさいっていうメッセージだね。でね、それに立ち向かわずして自分の世界観っていうのを構築しちゃいけないよっていうメッセージが来るな。マジック・オブ・ザ・マインド。自分の想像、インスピレーションを具現化する。そうするとやっぱりあなたがまたあなたのね、その人生に招待するパートナーっていうのはまた同じ人を呼び込んじゃうかもしれないね。今ちょっとまだなんか足踏み踏んでるよっていうね、いうのが見えるんだけども、だけどね、悪縁のお相手はね、今のあなたのね心理状態っていうのをはっきり見てるよ。例えばさ、インスタとかで今の私こんなに幸せだわみたいなのをアピールしてても、その本質をしっかりと見てる。あいつ今こういう状態だなって、浮ついてるなって、
この方自分が相当なんかこっぴどい目にあったから結構なんか一皮二皮むけたってなんかメッセージ来るんだけどまた悪どい心が浮かんで、あいつにまた一丁噛みしてやろうなんてね戻ってくるかもしれない。また別人になってね、この方の想念を背負ったね新たな人物があなたの人生に来るかもしれない。あなた自身もねやっぱ悪縁の中で相当揉まれて辛い思いして悲しい思いして、それでやっぱり、成長したと思うんだけど、ただやっぱちょっと頑張りすぎちゃってるのかもしれないね。絶対あいつに負けたくない、あいつより絶対幸せになってやるっていうことが原動力になっちゃうと良くないかもしれない。抜け出したつもりの悪縁っていうね、悪縁がその織りなした世界と並列にあるね、同次元にある別の世界にまた移動しちゃうだけだよって。悪縁で経験した、いっぱい経験したね、辛いこと、嫌なこと、悔しかったこと、苦しかったこととかね、そういうものをなんか次なる次元へ向かう糧として行くためにやっぱり逃げちゃいけない部分があるんだよっていうメッセージが来る。今のあなたはまだねちょっと情報不足、情報が集めきれてないよって。自分の心をねちょっと整理整頓しないと、自分の人生から追い出した憎きパートナーのね、術中の中にまた引き戻されちゃうかもしれない。閻魔地蔵さん来た。やっぱりなんかペースダウンして自分の、人生にしっかりと自分の足で降り立ってね、自分の人生の大地をしっかりと踏みしめて歩めっていうメッセージが来る。それがなんか戦うことかな、自分自身と。だからあなた自身が結構今得てる、もしくはこれから呼び込む幸せの中で自己不在になる、自分自身を見失ってしまうよっていうメッセージが来るんだよ。なんかこうあらねばならないとか、あいつに負けてたまるかっていう気持ちが空回りしちゃって、その中で、自己不在に陥るっていうね。もうあんなに苦労した悪縁せっかく断ち切ったのに、ひょっとすればまだ私は次のステータス上がれてないんじゃないかっていう焦りがあなたを空回りさせてしまうって。でその事実に向き合いたくないから、さらにそれをね自分でカモフラージュしちゃって、その疑似的な幸せの中に、埋もれていってしまう。でとても辛くなっちゃう、それでは良くないって。なんかそれらの疑問がさ、あなたをね幸せであることに意識を向けすぎてしまってるんだって。でそれであなたはヘトヘトに疲れちゃうから、もっとなんか自分の人生に自分の素足で降り立てって、でそれで歩めってメッセージが来るね。それがこの悪縁をあなたの人生から本当に心底から叩き出すことにつながるよと、閻魔地蔵様おっしゃってる。だからあんまりなんか派手な幸せとかさ、自分がもう本当キラキラに輝かなきゃいけないんだみたいなさ、そんな
ところにあんまりとらわれなくていいって、もし本当に幸せな瞬間っていうのは別にあなたがそんな意識しなくてもキラキラ輝くよってメッセージ来るよ。であなたのさ悪縁のお相手は結構なんか本気で一皮二皮向けてるよって、随分この方も苦労したんじゃない？あなたが叩きのめしたかな。逆にあなたが叩きのめされ、その生実家こうなんていうの、うまい具合に配慮された部分があって、それがこの方がね発する念が滑り込むその余地を与えてるかもしれないね。あなたは結構ガーって言ってこの方は完膚なきまで叩きのめしちゃったから、この方はなんつうの、まあ一皮向けてさ、一つこう悟りの境地へ向かったかもしれないけど、あなたがちょっと逆にこの方を正すことに力使いすぎてあなた自身を見失ってしまったかもしれない。本当にね素敵な人をね呼び込むためにちょっとここで、ペース配分を考えて、自分の本当、心地よいペースでね歩むといいと。すると今待機してるあなたが本当に出会うべき人があなたの眼中に入ってくる。今まだ足踏みしてるよ。いいかい？これはだけど堅実だよね。とても強いスプレッドだね。まあ唯一あるとすればこのセブン・オブ・カップス、まあ唯一と言ったけれどももう一つあればこのファイブ・オブ・カップスがちょっと陰性の力を感ずるかな。悪縁を一緒に演じたパートナーなんだけれども、まあいまだにそのやっぱり種火のようにこうくすぶってるとも取れるし、もしくはひょっとすればあなたにとっては本当にただ一時迷い込んだパラレルワールドだったんだよって、それぐらいあなたはもう抜けてる。負の呪縛、その陰性のパワーを発揮するその磁場からもうあなたはもう抜けてるよって、そういうことかもしれないよね。大きいトライアングルで言うと、もうこの悪縁のお相手さんとの愛にはもうへきへきしてんだよね。もううんざりして、そこからあなたはもう離脱してる。だけれども巡り巡ってまたこのファイブ・オブ・カップスが出てんだけど、この方との悪縁、そのパラレルワールドに思いを馳せる時が来るよって出てる。これがだから陰性の力、これとなんかリンクして、なんか陰性のパワー感じるんだけど、ただあとはおおむね本当に力強いし堅実さがすごく伝わってくるね。まあこっぴどくやられたでしょう。辛い思いが多かったと思うんだよね。だけどもその中でしっかり耐えてご自身を内観し、そうだね、
自身の愚かさをしっかりと内省し改め、そして自身の良きところは卑下せずに内観し受け入れてね、見たくない現実とも向き合い立ち向かうことで、あなた次の次元に上昇したんじゃないかな。あなたが呼び込む幸せっていうのはさ、情熱の力に満ちてるよっていうメッセージ来るよ。あなたの中で新たに芽生えた、熱だね。こう燃えるような、自分のそこからこう持ち上がってくるような、こうなんかやりたいっていうような力かな。それ掴めるよっていうメッセージすごく伝わってくる。エースのペンタクルも来てんだよね。結構その金銭感覚があるんじゃないフォー・オブ・ペンタクル、がっつり、がっちりいくっていうね。で、あなたはクイーン・オブ・ペンタクルとして出てるけれども、まあだけどとても良いスプレッドだね。キラッキラじゃない。ジェネロシティ、寛大さとヒーローズジャーニー、まだこれから冒険出るよっていう、新たに始めるよって。真ん中ちなみに3オブワンズだからね。初歩の段階からこう一つさらにね派生して新たな流れ、機運を生み出せるよっていう、そういう力が感じるんだけれども、とてもいいんじゃないかな。やっぱあなた本当もう抜けたんだろうね、多分ね。この悪縁にほとほともう嫌気がさして、もううんざりっていう気持ちで、抜けたんだと思うね。次元上昇おめでとうございます。だからこの悪縁のお相手さんに対するなんか哀れみの心ぐらい持ってるかもしれないよね。ただね、大きなトライアングルではまたあなたが戻るっていうのが出てるから、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないけどね。あなたが一時迷い込んだパラレルワールド、どうしようもなかったあいつと迷い込んださ、有限界のバスへのバーのね、定時のエネルギーに満ちたさ、その酒場にまたあなた前戻るよっていうのが出てるから、大きいトライアングル、このしばらくの間は多分大丈夫なんだろうけど、人生のどっかでねまたちょっと懐かしむ力っていうのが出てくるっていうのがあるから、ここだけはちょっと気をつけた方がいいかもしれないね。本当に俯瞰できるのかもしれないね。だけどね、本当ダメだったなっていう、本当にダメな季節だったなっていう、なんかそこら辺もひっくるめてなんか愛せる時が来るのかもしれないね。もう本当に高みに登って、憎んだ相手のこともこう許せる時が来るのかもしれないね。天の間柱、これもだけどエースのワンドとなんかリンクして感じるんだけど、神とつながるっていうような意味だからね。神の領域とつながる、神の意識に触れる。
この下に隠れてるさ、このあなたが持ってる、悪く言えば妄想なんだけど、よく言えば構想、今あなたが何かしたためてる、長年したためてるのかな、長年したためてる、なんかあなたがやりたいなと思ってたこととか、あなたの中にこう隠してる野心みたいなもの、それが実現できる段階に来てるかもしれないよね。この悪縁のお相手さんと踊ったダンスっていうのはさ、不埒なものだったかもしれないけど、人生をさこう生きたこう暁っていうかさ、こう生きてたどり着いた、そこで振り返ってみるとまたなんか別の解釈ができるかもしれないね。全く恐れる必要も、そして恥じる必要もなくなるよっていう、なんかそんな声が聞こえてくるな。とっても辛かったと思うんだよ、悪縁だしね。なかなか断ち切れるもんじゃないからね、悪縁ってね。やっぱり何度も戻っちゃうだろうしね、自分の嫌なところを全部見せられるだろうしね、この突きつけられるっていうかね、相手にこの相手を通してこう見せつけられるっていうかね、自分が投影しちゃうんだよね、無意識にね。それを見ちゃうから本当に後手後手に回るわけだけども、もうしばらくね、この方の悪縁を演じたねパートナーさんのとこに戻ることはないんじゃないかな。でこれから歩むあなたの人生は、人生に現れる人っていうのはあなたに本当に必要な人しか現れないよって。なぜならあなたの眼中に入ってこないから。あなたに必要のない人っていうのはあなたの眼中に入ってこないよって。なぜならあなたはその神様とつながってるから。とても強い、スプレッド出ちゃいました。対応お選びになったあなた、おめでとうございます。キラッキラじゃないかな、これは。そうだね。だけどね、やっぱあなたがね、辛い日々に逃げずに耐えた結果です。その苦労した日々がさ、やっぱり豊かな未来を開く糧になるんだよって。なんかそんな見本のようなスプレッドだね。おのずと湧き出てくるだろうけど、日々に感謝する気持ちを持って歩まれると良いと思います。